なんかね、そういった話もあると思うんで、ちょっとこの動画ではそういった部分をね、5つ上げていこうかなと思います。ということでね、まず走る前にこの状態で映せるところを1つ上げていきますね。簡単なところから。ちょっとこのモニター見てください。これがね、タッチパネルに対応してないっていうのはもう当たり前のね、最近のマツダの特徴です。触ってもね、指紋だらけになっちゃうだけなんでね。で、それに付け加えたいのが、バックモニターの話です。ちょっとカメラさん、ここにピント合わせてもらえますか？アップしてもらえますか？はい。ごめんなさい。ワイパー当たっちゃった。このバックモニターが微妙にね、遠近感が取りにくかったりもするんですね。なんかこうやって見た時にすごいカメラが下の方について、もうこんな感じでね、なんか映してるように見えません？いつもだとね、この後ろのここフェンスなんですけれども、見えてるんですけれどもね、それが見えない。なんか低い位置からこう映してるように見えちゃう。なのでね、ちょっとリアのバックカメラついてる位置を確認してきました。そしたら普通にナンバーのところについてるんですよね。で、考えました。これ縦横比の関係から上がね、切れちゃってる。もっと本当はカメラの解像度的にはフル HD ぐらいの、16対9とかね、16対10ぐらいのね、解像度だと思うんですけれども、この横幅の画面に合わせるために横に引き伸ばしてるんじゃなくて、上をね、カットしちゃってんじゃないのかなっていうのがね、一つ浮かびました。で、いつもだとこの上ぐらいまでね、ここ止めた時見えてるので、それがないので、ちょっとバックの時に遠近感がつかみにくいのかなっていうのはね、あります。車好きラリーチャンネルのヒラリーです。映ってるかな？ごめんなさい、今日ちょっとね、映ろうと思っていたんですけれども、映れないので、すいません、ちょっとCX5。今日はね、CX5、2024年式のスマートエディション、290万円の、ガソリン 2000cc の CX5 に乗っています。でね、今日、撮影で乗るのと、それプラスね、乗りたいから乗っているんですけれども、なんかこう、緊急でね、いい部分を撮りたい。もうなんか乗るたびにいいところを感じられて、今回も新しい発見がなんかあったりなんかして、すごくね、いい部分だけ集めた動画っていうのを、さっき別チャンネル用に撮っていきました。乗らずに分かれてんで何個か。あと、後半がね、乗っていいなと感じた点でいくつか上げていきたいなと思います。で、マツダ車ってね、やっぱりいい点が強調されたりとか、なんかよくわかんないけど通好みだよねとか、なんかよくわかんないけどめちゃくちゃいいよねみたいな話よくされます。で、本当ね、自分もそんな、もう同意見というかもう本当にそう思います。ただ、そんないいところだけのね、車なんてのはもうやっぱりこう存在しないわけでして、何かを取ったら何かが、削られる。そうした中で、なんか気になるところないのと。乗ってね、乗り味の部分で嫌なところとかないのかって、なんかね、そういった話もあると思うんで、ちょっとこの動画では、そういった部分をね、5つ上げていこうかなと思います。そうしましたら2つ目いきます。ここからは走る部分なので、走りながら行きますね。じゃあ2つ目はですね、エンジンの振動と音、それから冷感時に関する部分、そんなところの話です。この CX5 ね、低速とか止まってる時にちょっとエンジン音がね、クワンクワンとちょっと目立つような気がします。それはね、フロントシートだと少しうるさく感じられて、リアシートだとそれが遠くなりますので、エンジンルームからの距離が遠くなるので静かに感じられる。その辺からわかるように、一番のね、ノイズソース、ノイズ源がエンジン音だと思うんですね。これが好きだったらいいけれども、嫌いだったらちょっとうるさくもね、大きく感じられるというのかな。うるさい音質ってわけじゃないのでね。大きいが正解ですかね。一番近い言葉。で、あとね、振動の部分。ちょっとね、振動がハンドルとかシートに伝わってくるところがあるんですね。この辺はダイレクト感とのトレードオフでしょうから、そういった部分もあるんですけれども、乗り始め。エンジンを朝一番かけた時とか、夜とかね、これから冬の寒い時期にアイドルアップといってね、冷えた時早く温めるためにエンジン回転数上がります。その上がった回転数で、その時にね、振動周波数がちょっとね、ハンドルとかシートで感じやすい。つまりごめんなさい。体が最も敏感な時に、ちょっとね、振動が出やすい回転数、もしくはその振動が伝わりやすいっていうのかな。
本当はダイナミックバランサーとか言われるような重りで消されていたりとか、ゴムとね重りの関係で、特定の振動を消したりしてると思うんですけれども、ちょうどねその冷えてる時のアイドルアップ、体の敏感な時にちょっと振動をね感じやすいというのが、あとね温まっちゃったりとかね、少しエンジン回転数を上げてる時はねものすごくマイルド、嫌な部分がね本当に目立たない滑らかなんですけれどもね、逆にそこだけ目立ちやすいというのはねちょっと感じました。じゃあ3つ目いきますね。3つ目はね、ちょっと月並みプラスアルファですね。燃費と AT という関係。今回ねちょっとさっきねハリアーとの比較の動画を撮ってきたんで、逆に言うとその時に思いつきました。まず、燃費はねそこそこ、これはねどうしようもないです。純ガソリンモデルのね 2000cc で車重も1540キロとかあってね、1000もあるような車なので、燃費がいい悪いではなくて、燃費よく走るにはちょっと条件を揃えなきゃいけない。でそれが楽しみでもあるし、もしくはめんどくささもある。でその辺で言った時にね CVT だとそんなこと何も考えなくてもいいと、何も考えなくても最良なところを、キープしてくれるのが CVT っていうのがね、改めて思ったところなので、ちょっとその話ですね。AT がこれ6速 AT6 段なんですね。6段プラス、ロックアップとかあると思うんで、若干ねその中でも変動はあるといった時に、メーター読み60キロで走った時に5速だったりするんですね。でもう2キロプラスしたら6速に入るとか、マニュアルモードにして1回6速に入れて回転数を落として D に戻すとしばらくその6速をキープしてくれるとかね。厳密に燃費を伸ばそうとか考えた時に、その5速か6速かどっちが効率いいか分かんないけど、自分が最良と思う中でそれを選んでいく必要がある。それが速度によって微妙なところでね差というか違いが出てくる。でこれを楽しいと取るか、もしくはねそんなこと考えるのめんどくさいよと思ったら CVT の方が全部車がその辺をやってくれるっていうかね、ものすごく細かくギアが調整できる CVT ですから、そうですね。それが燃費をね気にして走るんだったらちょっと、欠点にもなり得るといったところでね。じゃあ次いきますね。次は4個目。段差とかで乗り心地というか、ちょっとバタバタっとするようなね荒れた路面、ちょっと陥没してる微妙なねゴツンゴツゴツンっていくような段差があるような路面とかで、ちょっとねサスペンションとかね、シャシその付け根とかのあたりでねちょっとカチャカチャカチャってリアの方なりやすいんですね。今日の車は2024年式の、走行距離がね6000キロです。今ちょっとね結構乗ってきたんで6700キロまで来ましたけれども、まだね新しい車、この状態でちょっとカチャカチャカチャってなるところがあります。これ個体差だったらいいんですけれどもねといったところで、本当それだけ、どんな車もあるんでね、すごい高級車とかでなければちょっとなるのはしょうがないでもあると。じゃあ5つ目いきますね。5つ目はねやっぱりちょっと今回ね今まで弱点だと思っていたけれども、今回これ実はいいところかもしれない。でも今まで自分が弱点と思っていたので、ちょっと人を選んで好み分かれそうといった部分で、リアシートの座面の話をさせてください。クッション性とかね着座感につく部分。この車ね面白いのは、まずねシートの表地は前後方向に溝というかね山というかねが刻まれてるんですね。カメラに映ってる感じで言うとこんな感じで、前後に滑りやすい、その代わり横の動きは止めてくれるような座面をしています。結構ね座面って横に溝が刻まれてることが多くて、前にねお尻が出にくいような作りをしてるんですね。それと比較するとちょっとね珍しい。ただこれがねちゃんと座るとお尻がね前に出ないんですね。おーって思いましたね。その代わりお尻を前に出して座るともうどんどん前に出ていっちゃうようなねところで、これなんでかなと思ったら、お尻のねちゃんと座った時には尾てい骨の部分が沈むような感じで
もうそこで体を支えてくれる。もうほんとね、なんでしょう、骨が引っかかってね、前に出ないようにっていうのかな、そんな感じを受けます。もしかしたらこれがね、松田の言うところの、骨盤を立てるという座り方がこういったところなのかなと。確かにね、フロントシートもそうなんですけれども、こうやってね、背もたれから体を起こしていても、やっぱりこうお尻のね、骨の部分が体を支えてくれるような感じします。で、ここで言い悪い。今までは尾てい骨のとこだけね、スカッと沈んじゃって、ちょっと嫌だねって自分言ってきました。肩ね、松田さんなんかでもそれがあった。でもなんかね、そうリアシートを今回思ったのがね、もうこれがお尻が前に出ないようにここが効いている。で、横方向は縦溝がね、前後の溝が、滑り止めしてくれるとしたら、なるほどねと、すごくいいんじゃないかと。でもやっぱり嫌と思った時の自分もいますから、分かれそう、好みが分かれそうとかね。それからあとアームレストを使ってもうだらーんとね、もうわーってちょっとね、こう VIP 気分でね座ったりすることもあるリアシートなので、それには向かない。そうすると、理想の着座姿勢というのを、強制されてるとも言えるんですよね。松田が考える理想の座り方、あとそれが多くの人のね体型に合うものなんでしょうけれども、それで座っていると、そう座ってよというところがね強制されてるかもしれないといったところでね、普通に座る分にはねいいシートですといったところかな。好み次第。そんな感じでね上げさせていただきました。すいません、あとねいい部分めちゃくちゃいっぱい上げていますので、それちょっと別動画で見てくださると嬉しいです。そうしましたら簡単にちょっと振り返っていきます。まず1つ目のバックモニターで遠近感がつかみにくいといった話。これね、広角レンズで遠近感がおかしくなっちゃってるみたいなところは、他の車でもあります。左右の方でね歪みが出てちょっとね歪みが出る。これは他の車種でもありますので、この CX5 に限ったことではない。限ったところというか、マツダっぽいところで言うと、モニターが横に長いから、その縦横比の関係かなと。で、これもうちょっとね上の方を映せれば無問題だと思いますので、ちょっと簡単に調整ができるとか、何かね物理的かデジタル的かで調整ができれば、問題ないんじゃないかなと。で、これね他の車種で同じところで撮った映像があったと思ったんですけれどもすいません、ちょっと今回見つけられなかったので、また今度撮ってきたらそれ出したいなとも思っています。で、2つ目、冷感時にエンジンから伝わってくる振動と音。車ってね、市場に行った時とか、買った後自分の車に乗る時もそうですけれども、やっぱりね乗り始めというのは一番体が敏感なんですよね。特に週1とかしか乗らないとすると、そこがねすごく敏感で、いろんなね車の情報、いいも悪いも分かりやすい。で、アイドルアップしてる時のね回転数が上がった時にちょうどね振動が目立つ回転数に来るのかなと。あと音ですよね。ちょっとこうガサツなところが出るのもこの回転数かなと。ディーゼルも積まれる CX5 ですから、ディーゼル重くてね。そういった車ですので、もちろんね車体側がやばいということはないはずです。なので、ちょっとねダイナミックダンパーと呼ばれるような重りとかで、2キロ3キロ積んで特定の振動を消すとか、あったら嬉しいかなみたいな感じでね、より魅力高まるのかなと。で、3つ目、燃費に関する、トランスミッションのね関係ですね。今回ねメーター読み60キロですと、AT が5速に入っているようで、62キロぐらいまで上げると6速に入る感じでした。この辺ね微妙なメーターの誤差もあるので、今回ちょっと目立ちやすかったというか分かりやすかったっていうのかな。燃費走行ね、燃費の動画撮ってる時60キロで走っていて、それがちょっと出ちゃったんでね。でこのあたりが、意識するドライバーとそうじゃないドライバーと、でそれで燃費の差がね出てくるかもしれない。直線ってね平らなところ走ってる時とか、本当エンジンのトルクとか必要ないので、だったらエンジン回転数低い方が、燃費いいんじゃないかなみたいなね感じがありましたので、これがそうね。で CVT との比較で言うと、AT のね数少ない弱点になってくるのかなと。ちょうどねハリアーと燃費の比較の動画撮ってたんでね、
ちょっとこれが気になった次第です。で、次。4個目に取り上げたのが、リアサスからのカチャカチャ音。CX5 ね、このガソリンモデル、乗り心地ね、すごくいいです。すごくいいんだけれども、ちょっとカチャカチャした音がね、もったいないなと。ノイズっていうのは、実際に乗り心地悪くない車でも悪く感じやすかったり、感じさせちゃったりもしますから、それでね、ちょっと惜しいなと、もったいないなといったところです。で、あと一つがね、リアシート座面の溝の刻み方。横方向に2本切り返しでね、大きく溝が入っている。これはね、パッと見てもわかります。で、今回取り上げたのは、それ以外の部分。チェックのようにね、刻まれている模様です。これが粗めでザラッとした感じで、大きくてね、前後方向と横方向に溝が入っているように感じられます。で、座った時により感じやすいのが前後方向なんですね。縦に溝が切られているような感覚です。で、これがね、横方向の揺れは多分ここが支えてくれるでしょうし、あとお尻の尾てい骨の部分でね、体をそうね、揺すらないように揺れないように、この座面の部分で支えてくれているっていうのが、今回ね、よく感じました。で、そうね、これがきちんと座った時に効果を発揮する。本当なんだろう。かしこまってね、正しい姿勢で座ったらこの良さが味わえるみたいなところだったので、逆にね、姿勢を崩して座りたいリアシートでね、これどうなのかなと。だらんと座るとね、お尻がね、もうどんどん前に出てっちゃう感じです。リアシートね、取引先のクライアント様と並んで座るとかあったら、それは当然かしこまって座りますけれども、ご家族で移動するときとかね、そんなのないですよね。もうだらーんと座って股広げて、おー、苦しゅうないぞ、みたいなね。そうやって座りたいところなので、そうやって座らせてくれた方がいいかなと。いろんな座り方に対応してくれるのが自分最高のね、リアシートだと思っていますので、ちょっと取り上げた次第です。じゃあすいません。次の動画でまたお会いしましょう。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。